それではレンダースミスのチュートリアルを始めていきます。レンダースミスはレンダリングや通常のワークフローを簡単に軽くしてくれる、そういうものを目指して作成しました。具体的に紹介していきますと、このゴーストモード、イージープロキシ、イージープリレンダー、そしてこのファイナルレンダーという最終の書き出しのボタンを基本として使っていきます。で、この4つの軸となる機能をベースに紹介しつつ、この辺のお知らせの機能だったり、自動でバージョニングしてくれる機能、あとは自動で読み込んでくれる機能なんかについても解説していきます。まずはゴーストから見ていきます。このゴースト機能に関しては、例えばこの3つを試しに押してみるんですけど、このように R プレフィックスがついて目玉が消えます。で、ここを見てもらうと、いらなくて、でこれが今追加したゴーストのレイヤーなんですけど、これをどういう時に使うかっていうと、もうフィックスして書き出しまでこのレイヤーはオフにしといていいかなとか、コンポジションはもうオフにしといていいかなっていう時にこのゴーストを適用しておくと、作業がちょっと軽くできたりとか、ここにも最適な使い方はあるかもしれないんですけど、これは人それぞれということで、最適に使っていただいて、でこれがどうなるかっていうと、例えばこのコンポジションをレンダー Q に追加します。このファイナルレンダーを使うときには、このレンダー Q にあるものを対象にバックグラウンドで書き出しを進めるものになるんですけど、この時にこれとファイナルレンダーっていうのをやってみると、自動で読み込み、これも消しておきますね。この自動読み込みをオンにしてると何が起きるかっていうと、このようにファイナルレンダーで今書き出したこれが読み込まれています。で、今これとこれとこれがゴーストレイヤーなんですけど、見ていただくと分かるんですけど、書き出したものはこれが反映されてますよね。で、また書き出しが終わったので、これはゴーストとして目玉がオフになっている、そういう形のものになります。で、これはこの Easy プリレンダーって後で紹介する、このプリレンダーボタンにも対応していて、出力時にはまた現れて、それ以外の時は消えてくれるというゴーストモードになります。で、解除も簡単で、ここで押すとそれぞれ飛べるんですけど、例えばこのコンポジションに行った時もこうやったらここに飛べるので管理はしやすいかなというところで、これを選んでゴーストボタンを押すと単品で解除は簡単にできますし、このクリアオールを押すと全てを一発でクリアできます。こちらは適切な使い方を見つけていただけたら嬉しいかなと思います。次にこの Easy プロキシなんですけど、これも見れば分かる通りボタン一発でプロキシを作ってくれるものになります。例えばこのフラクタルというものを選んで Easy プロキシを押すと、これはこのコンポジションとフラクタル、このフラクタルを選んでいることによってこのコンポジションも選ばれている状態なんですけど、今回はこのフラクタルだけやりたいですと、やっぱこのコンポジションにしましょうか。コンポジションだけやりたいですと、コンポジションだけ今 Easy プロキシやるんですけど、これは読み込まなくていいとして、このように進行状況が表示されて、プロキシがリンクされました。で、このコンポジションが今、プロキシイネーブルド。これがプロキシが適用された時の表示ですよね。実際このようになっています。で、ワークエリアだけがレンダリング、プロキシがされますので、ここが終わると当然止まります。これはファイナルレンダーもイージープリレンダーも全てそうで、ワークエリアを対象として書き出します。で、こちらもこのプロキシ、ここに来ますので、簡単に一発でアンリンクできます。もちろん複数あるときは、全てを同時に、全てをボタン一発でアンリンクすることも可能です。で、Easy プロキシは今ここで選択してボタンを押しましたが、
こっちでもできますので、今プロジェクトウィンドウだけで選んで Easy プロキシをしたんですけど、注意して、例えばこういうテスト02っていうコンポジションが、関係ないコンポジションがあったとして、フラクタルとテスト02。今、このフラクタルっていうコンポジションとこのテスト02っていうコンポジションを選んでる状態なんですけど、これで Easy プロキシやると、プロジェクトウィンドウとこちらの方のパネルでも選択しながらそれを書き出すことができるというものになります。Easy プロキシはそのような形になります。で、Easy プリレンダーなんですけど、こちらも作業中にフィックスしたコンポジションの中身を固めたいとか、そういった時にプロレゾ4444のアルファで固めてくれるものになります。例えばこのフラクタルを選んで、こいつはもうフィックスしたから固めたいなって時に選んでこれを押すと、中はこのワークエリアは1秒としといて、した場合にフラクタル選んでイージープリレンダーするとどうなるかっていうと、今回このコンポジションも開いた状態でこれを選んでるので、どっちも選ばれてる状態なんですけど、今回このフラクタルだけやりたいので選んでイージープリレンダーします。でこちらも当然バックグラウンドでのレンダーになりますので、作業などは続けられる形です。で、書き出しが終わるとこのようにプリレンダーされたプロレゾ4444のアルファの素材がここに自動的に配置されてソロ化されました。で、プレフィックスがこの PR というのがつきます。先ほどの Easy プロキシに関しては P というプレフィックスがつきますね。ゴーストが R で、Easy プロキシが P で、Easy プリレンダーが PR です。で、とりあえずこれをプロキシは一旦解除して、で、プリレンダーに関してはこのコンポジション内に配置している関係で、このレンダースミスのフォルダーのこの Easy プリレンダーに自動で読み込まれますので、で、この内部が1秒なので、ワークエリアが1秒なので、1秒で書き出されています。で、こいつのユニークなところが、これをスケールをアップして、で、ちょっとタイムリーマップで時間をちょっといじったとして、そしたらここが、もともと緑だったのがオレンジになって、ここがモディファイドってなっています。で、この矢印か、この Easy プリレンダーボタンを押すと、このように3択が出て、このベイクインチェンジズっていうのが、この素材のスケールと今タイムリーマップいじったんですけど、この変更だけをこの上書きして改めて配置し直すかっていうもので、このリレンダーフロムオリジナルっていうのが、こいつは無視した状態でこの元々のオリジナルでも目玉ついてないといけないんですけど、この元々のオリジナルから再び書き出し直しますか。で、このレンダーコンプ as displayed っていうのが、例えばこいつとこいつ、このフラクタルはもともとアルファがついてたんですけど、でこのアルファがあるものに対して背景をじゃ設置しますと。で、今この2つにソロボタンで、この2つがアクティブな状態なんですけど、これはこのレンダーコンプ as displayed ボタン。これまた日本語だと日本語表示になっているので分かりやすくなっていると思うんですけど、このソロボタン2つのものだけが出力されて配置し直されます。試しにこの as displayed でやると、このように完了の音が鳴って、で、この今ソロボタン表示されていたものはオフになって、このプリレンダー素材だけがトップにソロで配置されているという形になります。このプリレンダー素材そのものに対して変更を加えてまた書き出し直すっていうのは
阻逆性というか、もう戻れない操作になってしまうので、することはあまり多くないかもしれないんですけど、一応いろんな用途に備えてこのような機能を作っています。この Easy Play Render に関しては見ていただいた通り、オートバージョニングオンになってますけど、効きませんので、こちらはオンでもオフでも問題ありません。で、次にファイナルレンダーボタンの解説に行きたいんですけど、こちらはですね、まず、基本的にはバックグラウンドで書き出されるものになります。で、ここに Enable Notification、通知をオンにする。で、オートバージョニング、バージョン。で、インポートパネル、アフターレンダー。レンダリング終わったら、ここに読み込む。っていうので、ちょっとやってみたいんですけど、一旦消して、これをレンダー Q に追加しますと。このファイナルレンダーはレンダー Q に追加したものを、一つだろうが複数だろうがまとめてバッチ組んでやってくれますので、コンプなどとしておきます。一旦通知に関しては後ほどまた解説しますので、一旦オフにして、でバージョニングとこの読み込みの挙動がどうなるかっていうのを見ていきます。そうすると今ここに V3 っていうのが出たんですけど、これはなぜかっていうと、すでにここに V1、V2 っていうのが書き出されたものがあって、ここに自動的にそれが検知されて V3 になったという形になります。で、それが読み込まれて、ここでファイナルレンダースミス、ファイナルレンダーの中に読み込まれていきます。でこれは連番にも対応していて、最初作ろうとした時簡単には連番が読み込めなかったので、いろいろ頑張ってできるようにしたんですけど、連番が読み込めるっていうのは一つユニークな点なのかもしれません。一旦じゃあ TIFF のアルファでも読み込んでみますね。で、読み込み。やると、また連番は連番でバージョンが切り替えられます。あくまでも同じファイルを書き出すときに、同じファイルを同じ形式で書き出すときにバージョニングされていくという形です。で、今 TIFF のシーケンス書き出しが終わりましたとなると、こうやってきっちり150フレーム出た形になっています。連番使う方も多いと思うので、うまく活用していただければと思います。で、次にこの Enable Notification 通知についてなんですけど、これをオンにしているとどうなるかっていうと、この設定の中で指定できるんですけど、今あるのは Discord、Slack、Telegram で E メールの Gmail と、あとカスタム SMTP って、もし自分のドメインとかメールサーバーがあったら、その SMTP とかを設定して、そのメールアドレスから任意のメアドに送れるという形になります。例えば Gmail だとしても、Gmail だったら自分のメールから自分の Gmail に来るっていう感じになります。これが結構便利で、例えば書き出しが失敗した時とかに、この通知をオンにしてると、外出してて、ちょっと早めに帰んなきゃとかもできるので、メールで見れると結構便利だなって感じてます。もちろん Discord や Slack、Telegram なんかをよく使っている人にはそっちの方が見やすいかと思いますし、この中から選んでやっていただければと思います。この個別にオンオフもできますので、ここでじゃあメールと Discord を受け取りたいからって言って、この Discord の Webhook の URL とかを自分で設定してもらう形になるんですけど、やり方はざっくりここにありますので参考にしていただきつつ、設定していただいて、このオンしてもらったら、じゃあ通知を受け取りますという設定をしてもらって、すれば書き出しが終わった後に失敗だろうが成功だろうが
途中でやめた時でも通知が来るという形になります。で、ここでオフにしても、こっちでオンにすれば、ちゃんとこっちにはオンになりますので、総合的にオンオフ使っていただければと思います。で、通知はそれぐらいで、ファイナルレンダーにはもう一つ、このシールド機能という機構がありまして、このラムパージは何かっていうと、メモリの掃除、レンダーする前に AE のラムキャッシュを一掃してくれる機能です。で、このマーキュリーキルっていうのが GPU の開放を目的として、液タブとかの外部モニター出力を一時的にオフして、その終わった後にはまた自動でオンになる形です。このプライオリティハイがちょっと取り扱い注意なんですけど、このように出るんですけど、他のアプリ使ってると、パフォーマンスに影響が出る可能性がありますと。もしこれをオンにしてメモリが足りないと固まっちゃうこともありますので、本当に急いでて他のアプリも起動してないような時にオンにしていただくという形になります。どのぐらい速くなるかっていうのも計測はしてないんですけど、バックグラウンドレンダリングに使っている AE レンダーっていうこの AE 内蔵のバックグラウンドレンダリングシステムを OS のハイ優先度っていうものにしてくれるものなので、少なからず速くはなるはずです。で、このメモリーバランスに関しては、メモリの配分をここでいじれるものになります。で、これがキャッシュ設定で、こっちが MAX いくつ使えますっていうので、この PC で言うと 64GB のメモリがあって、64GB の半分の 32GB 約で、MAX も同様に 32GB ほどとなっています。で、もう一つ、このオープンフォルダ、オープンファイル、このアラートサウンド、バースト3倍っていうのがあるんですけど、このバースト3倍に関してはオンにしてると、このディスコードやスラック、テレグラム、E メールの通知が3つ来ます。なんでどうしても見逃したくない時とかは、これで激しめにブーブーブーってなるので、やっておくのもありだと思います。今は一旦外しますけど、このオープンフォルダーとオープンファイル、アラートサウンドに関しては、このオープンフォルダーはファイナルレンダーが終わった時に、その書き出したフォルダが開きます。で、このオープンファイルに関しても、例えばそれが MP4 とか、そのパソコンの中にコーデックがちゃんと入っているものであれば、メディアプレイヤーとかで自動で開かれるという形になります。で、このアラートサウンドっていうのが先ほどから聞いていただいているかもしれないんですけど、終わった時にピーポーっていう音が鳴っています。試しに MP4 で見たいと思うんですけど、通知は、今ちょっと設定をチュートリアル用に切ってしまっているので、通知が来ないんですけど、ちょっと一旦オフにして、インポート。で、このフォルダーが開いてデータが開くっていうのを見ていただきます。きっちりバーが進んで、隣に入れてしまったんですけど、このように書き出したものが出力が開かれて、で、これも同様に開かれているという形です。で、バージョニングしちゃったので、これは V1 になっていて、自動で読み込まれていて、っていう形ですね。で、こちらでヒストリーも見ていけるという形です。次にセーフモードという機能の説明に入りたいんですけど、セーフモードというのは、レンダリング中に例えば AI が落ちてしまった場合に、より安定した手法で書き出しに持っていってくれる機能になります。具体的には、このラムプレビューを貯めてから書き出すと、結構落ちないで安定して書き出せる時が僕は実際にあって、で、それがあったので、組み込んだ機能なんですけど、ちょっと実際どうやってやるか見てみますね。例えばこうやってファイナルレンダーをした時に、今回疑似的に落とすんですけど、コンポジションが重すぎて、レンダリング中に落ちてしまったという場合になります。落ちまし
。で落ちたので AE を再開します。今落ちたのでこのように以前のレンダーがダメでしたと。でこのリトライインセーフモードっていうのでセーフモード書き出しに移れるんですけど、するとこの中でラムプレビューのキャッシュを貯めてからより確実に書き出してくれるというものになります。こういう感じで無事に終わるっていう形になります。このように AE レンダーがクラッシュした時に自動検知して、で立ち上げ直した時にワンクリックで再試行してくれるっていうのはなかなかユニークな性能だと思うので、これも普段そこまで使うことはないかもしれないんですけど、あった時になんで書き出せないんだっていうケースを少しでも減らせるかなっていうところで役立つと思います。もう一つオートバックアップという機能がありまして、それが何かというと、このオートバックアップの設定の中にあるんですけど、デフォルトではこの AEP があるフォルダの直下にあるんですけど、この RS バックアップというフォルダにこの Easy Proxy や Easy Pre レンダーをした時と解除した時、アンリンクした時と、あとファイナルレンダーをした時に自動でここにバックアップが作られていきます。今ちょっといっぱい溜まっちゃってるんで一回消すんですけど、あれ、一回このフォルダごと消してどうなるか見てみますけど、じゃあファイナルレンダーを押しましたと。いや、一旦これをアンリンクしましたってしますね。こいつをアンリンクすると、ここに今消したはずのやつが復活していて、これがアンリンクする直前の AEP が自動で保存されています。今アンリンクしたんですけど、やっぱアンリンク戻したいなって時に、ここのリストは from バックアップからこの今保存されたこのプロジェクトがこの JSON ファイルを元にここに出てくるんですけど、これを選んで Open in AE ってやると、このようにアンリンク前のプロジェクトが自動で保存されていたので戻れるという形になります。でこれはファイナルレンダーでもどれでも書き出しやアンリンクの行動した時に発火する機能なので、ちょっとあそこまで戻りたいなって時にこの動作を見ていただいて、じゃあこの辺だったかなって言って戻っていただければいいかなと思います。でこれがこの設定した数でを上限として溜まっていきますので、20を超えたら最初のものが消えていってしまうという形ですので気をつけてください。一応アンリミテッドという設定もあります。一応この機能自体はオンオフできますので、もしあんま無駄に溜まっていくのが嫌だっていう方はオフにしていただいてもいいんですけど、一応こうやってアンリンクしたり外したり戻したりって作業が結構なんていうか戻りたい時がある時に戻れないと困るので、基本的にはオンにしておくことをお勧めしています。そしてもう一つ強力な機能のが最後に一つあるんですけど、これがクオリティガードというもので、これがどういったものかっていうと、今僕が観測している限りではエレメント 3D を使っているレイヤーが書き出し先に含まれていて、結構動いているとAE レンダーってバックグラウンドで書き出すものを使うと、なんか映像にノイズが乗っちゃったりすることが結構確定である時があって、全てのケースじゃないと思うんですけどそういうこともあったので、ちょっと乗ると嫌だなと思ったので、この AE このエレメント 3D が適用されたレイヤーが
書き出しのワークエリア内に含まれていると、この AE レンダーを使わない内部の書き出しに自動的に切り替わって書き出してくれるという機能です。例えばじゃあこの入ってない状態でファイナルレンダーしてみます。すると何も文句言わずに始まるんですけど、一旦中止しますね。じゃあこのエレメント 3D を使ったレイヤーがワークエリア内に入っているとどうなるかっていうと、ファイナルレンダーします。するとここに今一瞬出たんですけど、クオリティガードで書き出しますっていうのが出て、今普通に内部レンダーで一瞬で終わっちゃったんですけど、無事に書き出されたという形になります。書き出し後の音でも分かりますよね。いつものピーポーじゃなくて、普通にレンダリング終わった時のティロリンってやつで内部でやってくれたんだなっていう形で、この書き出し方だとエレメント 3D が使われてても安定してノイズが乗ったりはしませんので、今はブラックリスト方式で僕が確認できたものをそのブラックリストに放り込むと、このクオリティガード方式で書き出されるようになってますので、まだ僕が確認できている限りは他の GPU 系のエフェクト、ディープグローとか含めてオプティカルフレアもそうなんですけど大丈夫で、なぜかエレメント 3D だけそれが出てしまっていたので、ブラックリストに放り込んで自動的にクオリティガード書き出しが発動するようになっています。もし今後ユーザーさんの声とか僕が発見したりした時には、それをまたブラックリストにぶち込んでいくという形になります。これは補足的なお話になるんですけど、AE2026 に関しては、ディスクキャッシュの設定が旧バージョンまではシークレットとして環境設定でいじれたものが公式機能として取り込まれたんですよね。これが何かっていうと、旧バージョンでは設定でシークレットとしてあったものが取り込まれたディスクキャッシュの扱いみたいな感じなんですけど、なんかこれによってプレビューがずれたりとか再生がカクついたりとか音と映像が合わないみたいな現象があったみたいで、それを見かけたので入れた通知なんですけど、もしそういったズレが発生する場合には、メッセージに Disable in Preference 設定で Enable じゃなくしてくださいっていうことなんですけど、でこのメディア&ディスクキャッシュからこの辺をオフにしてくださいっていうことですね。これはオンにしてないと話にならないと思うので、この辺をオフにすることで、そういった現象がもし発生した場合にここをオフにしてくださいねっていう、あらかじめ2026だけで出てくる通知をさせてもらってます。書き出しとは直接関係ないんですけど、一応なんか出力した時にずれてるっていうことがあったら結構探すのに解決に手間と時間かかると思うので、そういうのは出ないようにしているものになります。で最後におまけの機能とか、まだベータバージョンみたいな感じで簡単な機能しか搭載してないんですけど、最後に2つ紹介して終わりたいと思います。1つがこのコンプドクターというもので、これはコンポジションのヘルスを測ってくれるもので、ちょっとこれが重いですよとかいうのがちょっと見れる感じです。ただ今は本当におまけぐらいに思っていただいて、今後もっと進化していく予定の機能になりますので、今はお遊び程度に見ていただけたらと思います。このディープクリーンっていうのが未使用のものを検知して、一応ここで削除できるというものなんですけど、例えばこの読み込んだ古い MP4 とかはもう使ってないので、一応消すことはできます。なのでまだベータ版なので使い時があんまないかもしれないんですけど、もし使ってみてこういう時ハマるなっていうのがあれば使っていただいて、今後これも進化していきますのでお楽しみにという形で見ていただければと思います。というところで、かなり深いエクステンションにはなっているので、今後より良くしていく要素っていうのはいっぱいあると思うんですけど、ユーザーさんの声とか、もし意図しないところで出てしまったバグとかっていうのは適宜拾いつつすぐ反映してどんどん良くしていきたいと思っています。それではレンダースミスに興味を持っていただいてありがとうございます。チュートリアルを終わります。